皆さんこんにちは、タモです。数日後から3泊5日のセブ島旅行に行ってきます。なので今からこちらのスーツケースを使ってパッキングをしていきたいと思います。この動画がアップされる頃にはもう日本へ帰ってきていると思うので、実際に持って行って良かったものや逆に使わなかったものなどがあれば編集でこの動画に組み込んで感想もお届けできたらなと思っていますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それではセブ島旅行パッキングスタート。はい、まずはスーツケースからご紹介します。スーツケースは Amazon で購入したシンプルなものを使用しています。こちらは Amazon のスーツケースカテゴリーでベストセラー1位にもなっているアイテムで、私はセールの時に8300円ほどでゲットしました。お値段がお手頃なので機能性が気になるところですが、 TSA ロックが採用されていたり、スーツケースの角の部分には荷物を傷や衝撃から守ってくれるようなコーナーパッドもついていたり、あとはこのジッパーを開けるとスーツケースの幅が広がって容量拡張もできるようになっていたりと、意外と細部まで気の利いた仕様になっています。カラー展開も豊富で好みの色が見つかるかなと思うので、コスパのいいスーツケースを探している方がいればこちらとてもおすすめです。ちなみにサイズは S、M、L の3展開で、私は M サイズを使っています。この M サイズの容量は60リットル、本体の重さが 3.7 キロと重すぎない作りになっています。今回の旅では LCC のセブパシフィック航空を利用した預け荷物は1人20キロ1個までという旅行プランを予約しているので、重量に注意して荷物をまとめていきたいと思います。で、最後には念のため重量測定もしてみたいと思っています。はい、スーツケースを開いてみると中はこんな感じです。しっかりこういう X バンドやポケットなんかもついています。続いてパッキンググッズをご紹介します。今回はこちらのトラベルポーチ15点セットを使ってパッキングをしたいと思います。こちらも Amazon で購入したものです。届いた時の写真がこんな感じです。ジッパーバッグの中に丁寧に畳まれたポーチが綺麗に収納されていました。全部広げてみるとこんな感じで、上だけメッシュ素材で中が見える仕様になったポーチやシューズバッグ、防水袋までついたセット内容になっています。今まではこういった何かを買った時についてきたような袋を使って適当にパッキングしていたんですが、どこに何が入っているのか分かりづらかったり、見た目のごちゃごちゃ感が気になっていたので、それを解消したいなと思って今回専用のポーチセットを購入してみました。なのでこちらを使ってパッキングしていきたいと思います。はい、そしたらまずは洋服から詰めていきます。今回の旅先であるセブは一年中暖かい気候で、私たちが訪れる1月は寒気で、1月の最高気温は30度、最低気温は24度くらいということなので、基本的には夏服を持っていきたいと思います。で、3泊5日のうちまず1日目はグレイルで購入したフレアデニムパンツにリルアンビションの黒の T シャツを合わせて、その上にコンバースのトレーナーを着ていきます。真冬の日本から暖かいセブへ移動するので、1日の中で寒暖差があるということで、セブに着いたらこのトレーナーを脱いで T シャツにデニムのスタイルにして体温調整できる服装にしています。はい、では次、2日目は早朝から1日ツアーに参加する予定でジンベエザメに会いに行きます。なので日中は基本的に水着を着ているんですが、ツアー終了時に着替えるタイミングがあるようなので、上からスポッとかぶって簡単に着替えられるワンピースを持っていこうかと思います。こちらもグレールで購入したものなんですが、シワにもなりづらい素材ですし、ウエストの切り替え位置も高めなのでスタイルが漏れて旅行にぴったりな一着かなと思います。はい、続いて3日目はジェミレミで購入したブラウンのショートパンツにグレールで購入したショート丈のブラウスを合わせたいと思います。このブラウスとっても可愛くて、商品名としては一応オフショルみたいなんですけれど、この腕の部分に結構ゴムがしっかり入っているので、肩を落とさない着方もできて 2way で雰囲気を変えられるところがお気に入りです。
3日目はホカンスデーにして1日中ホテルの中で過ごす予定なので、上下をショート丈で合わせて少し開放的な服装でリゾートを楽しみたいと思います。はい、続いて4日目。4日目はセブ島市内でお買い物を楽しむ予定なので、動きやすい服装にしたいということで、ボトムスはグレールで購入したフレアデニムパンツ。こちらは1日目の色違いで、カラーはインディゴです。足の形が綺麗に見えてお気に入りなので、色違いで2本持っています。トップスは ZOZO タウンで購入したパブリュクスとマリクワのコラボのものを持っていきます。旅行の時は普段より写真をたくさん撮るので、写真に写りやすい上半身はこういった赤の T シャツだったり、3日目の青のブラウスだったり、色が鮮やかなものや形に特徴がある写真映えしやすい服を持っていくようにしています。そうすると後で写真を見返した時にバリエーションがあってより楽しい写真になるのでおすすめです。はい、そして5日目は機内泊で、あとはセブから日本へ帰ってくるだけなので、行きに着ていくこちらのトレーナーを4日目の服装の上に着て過ごしたいと思います。で、あとは洋服関係で言うと、体温調整や日よけ用としてこちらの上着2着を持っていきます。海外あるあるで室内は空調が効いていて寒いということが多いので、カーディガンなどは必ず持っていくようにしています。こんな感じで色の異なるものを持っていけば服装に合わせて羽織を選べるのでおすすめです。あとこの白い方はラッシュガードなので、今回のように海やプールに入る機会のある旅行に持っていけば水陸両用で使えるのでとっても便利です。はい、そしたら洋服関係は全部紹介し終わったので、こちらを上がメッシュ素材になっているポーチの一番大きなサイズのものに収納してみたいと思います。はい、こんな感じで全部入りました。そして全面が透けない素材でできたポーチには日数分の下着と靴下を入れています。あとはパジャマも必ず持っていきます。はい、次に水着。水着はツアーの費用とホテルで過ごす費用の2着持っていきます。ツアーの日はこちら、シードレスのギンガムチェックの水着の上に、こちらもシードレスで買ったオールインワンタイプのラッシュガードを着たいと思います。今回参加するジンベエザメと泳ぐツアーでは、ジンベエザメ保護のために日焼け止めの使用が禁止されているみたいなので、長袖のラッシュガードを着て日焼け対策をしたいと思います。ちなみにこのラッシュガードはサクッと脱ぎ着ができるオールインワンタイプになっていて、こんな感じでポケットもついていて、ちょっとした小物も収納できるのが便利で気に入っています。水着は防水袋に収納したいと思います。はい、続いて海やプールで使う小物関係をご紹介します。まずはこちら、Amazon で購入したマリンシューズです。海に入るような旅行の時は足の怪我を防止するために必ず持って行っています。ちなみにこちらはキッズ用のマリンシューズで、大人用だと足のサイズに合うものが見つからなかったのでキッズサイズを購入しました。キッズ用だからかマジックテープで簡単に脱ぎ履きできて便利なので、サイズが合えば意外とキッズ用も選択肢としてありなんじゃないかなと思います。はい、あとはビーチボールとこちらのシュノーケルセットも入れていきます。このシュノーケルセットはダイソーで購入したものです。今回参加するツアーではシュノーケルマスクのレンタルなどもツアー料金に含まれているので、基本は持っていく必要はないんですが、以前海外でシュノーケリングをした際にレンタルしたシュノーケルセットがおそらくフリーサイズでちょっと大きかったんですよね。で、サイズが合っていないとマスクの中に水が入ってきてしまったりするので、シュノーケリングを楽しむために今回はシュノーケルセットを持っていくことにしました。お値段が440円でお手頃な価格のアイテムなので、実際に使ってみてよかったらまた次回も持っていこうと思います。はい、あとはスマホ防水ケース。こんな感じで空気が入っているのでケースが水に浮く仕様になっていて、ケースに入れたままタッチ操作もできて便利なのでこちらを持っていきます。あとはこちら、ピンチ付きの折りたたみハンガーも一つ持っていきます。こちらもダイソーで購入したものなんですけれど、開けてこうして
広げるとハンガーとして使えるので、濡れた水着などを干す時に使おうと思っています。こんな感じでコンパクトに折りたためるので、旅行にもぴったりかなと思います。はい、続いてお風呂グッズとスキンケア用品をご紹介します。まずクレンジングと洗顔がイグニスのもの。柑橘系の爽やかな香りなので、暖かい国への旅にぴったりかなと思ったので、こちらを持っていきます。シャンプー、コンディショナー、ボディウォッシュはキュレルのもの。旅行に便利なミニセットを持っていきます。このボディケアセットの中にはローションもついているので、これで体も保湿しようと思います。で、あとはいつもお風呂で使っているボディタオルに洗顔用の泡立てネット、年末のベストバイでもご紹介したヘアクリップ、そしてサクセスの頭皮洗浄ブラシも持っていきます。今回は暖かい国に行くので、夏みたいに頭皮も皮脂とかが出やすくなっているかなということで、しっかり洗浄したいので、このブラシを持っていこうかなと思います。このブラシは洗いながらマッサージもできるので、こちらを使って頭皮をほぐして旅の疲れを癒すためにちょっとかさばるんですけれど、こちらも持っていきます。あとは化粧水と乳液とクリームもいつも使っているものを丸ごと持っていきます。今まではこういった詰め替え容器にシャンプーとか化粧水などを入れ替えて旅に持って行ってたんですけれど、詰め替えるのに手間がかかるのと簡易的な容器なので、旅先でバッグを開いてみると液漏れしてしまっていたりしてタイパ的に微妙だなと思ったので、今回から詰め替えをするのをやめました。丸ごと持っていけば、これ足りなかったななんてこともほぼないですし、帰ってきたら元の位置にこのまま戻すだけでいいので、一周回ってシンプルな形でいきたいと思います。はい、ということでお風呂グッズ、スキンケア用品はトラベルポーチの中にあったこちらのバッグに収納します。開けてみるとこんな感じで、かけて使えるようなフックがついていたり、ポケットがたくさんあるので細かく収納できるようになっています。ここも開きますね。はい、収納できました。結構な量あったんですが、この一番下の大きなポケットの部分だけで全部収納できました。後ろにこんな感じのポケットもあったので、ここに日焼け後のケア用にナンバーズインのシートマスク3日分と、たくさん歩いて足が疲れた時用の休息時間も入れておきたいと思います。はい、続いて身だしなみ系メイク用品などをご紹介します。トラベルポーチセットの中にあったこちらのポーチを使っていきます。開けてみるとこんな感じで、結構しっかりマチもあるタイプで、ファスナー付きのポケットもあります。で、ここにいつも使っているメイク用品を収納して、暖かい国なのでメイクキープミストも入れます。あとは朝時短できるように拭き取り化粧水も入れて、ファスナー付きのポケットにはコンタクトとメイクの時に使うようなヘアピンやヘアゴムなどの小物を入れます。まだ入りそうなので、朝の支度で使うようなヘアミスト、ヘアクリーム、コーム、ヘアブラシも入れます。このリファのヘアブラシはカバー付きで、ブラシが折れたり曲がったりするのを防いでくれるので、旅にも持っていきやすくておすすめです。あとはアクセサリーとして、指輪、ブレスレット、ネックレスはゴールドで揃えたものをいくつかと、南国でも映えそうなアネモネのヘアクリップを持っていきます。細かいものはジッパーバッグに入れて収納します。はい、閉まりました。日焼け止めは松清で買った顔と体、全身に使えるものを持っていきます。汗をかいても落ちづらいようにウォータープルーフのものにしていて、ボトルで持っていくので、ホテルで過ごす日や街歩きメインの日はこちらをたっぷり塗って日焼け対策したいと思います。こちらは大きいのでポーチに入れず、このままスーツケースに入れます。あとは虫対策系ですね。セブは暖かいので一年中蚊が多いという情報があったので、虫除けスプレーと蚊に刺されてしまった時用のかゆみ止めも持っていきます。あとは大きいもので言うとバッグですね。こちらは前回の台湾旅行でゲットしたものなんですけれど、
口が広くて物が出し入れしやすいし、デザインも夏っぽくて可愛いかなと思うので、旅行3日目のホテルで過ごす日にリゾート内で使うバッグとして持っていこうと思います。はい、そしたら大体の荷物が紹介し終わったので、一旦このスーツケースに荷物を詰めてみたいと思います。スーツケース右側の X バンドがついている方には、洋服、下着、パジャマ、水着などの大きな荷物を入れます。そして左側のファスナーで蓋ができる方には、スーツケースを開けた時に荷物が散乱しないように細かいものを入れていきます。こちらのバッグの中が開いているので、お風呂グッズ、ヘアアイロン、歯磨きセットを入れて、こちらは重いのでスーツケースの下の方に入れます。空いているスペースにはサングラス、念のための折りたたみ傘と変換プラグ、お土産をたくさん買った時用のバッグも入れます。あとは 500ml サイズのペットボトルを1本、何かあった時用に飲み慣れたものを必ず1つ入れるようにしています。はい、こんな感じで左側も詰め終わりました。そしてファスナーを閉めて、こちらのポケットの部分には先ほど紹介したスマホケースなどの細かいものを収納して、もう一つのポケットにはお部屋で何か食べる時用の割り箸、念のための冷却シートとデリケートゾーン用のウェットシートを入れます。そして最後に紛失防止タグですね。ロストバゲージした時のために Amazon でコスパの良さそうなものを購入しました。こちらは Apple のものではないんですが、 iPhone の探すアプリにも対応していて、実際使ってみた感じも良好なので、私のように AirTag は高くて手が出せないけれど紛失防止タグ欲しいなと思っている方におすすめです。ちなみにケースを外してみるとオセロのコマくらいのサイズなので、普段はお財布に入れて使ったり、この付属のケースに入れて家の鍵につけて使ったり、あとはお子さんがいる方はランドセルにつけたりもできると思うので、意外と普段使いもできると思うと一つ持っているのもありかなと思いました。はい、ということでスーツケースのパッキング完成しました。今回は初めてトラベルポーチセットを使ってパッキングしてみたんですけれど、ポーチを使ったおかげでいつもより分かりやすく収納できました。もともと15点セットのものを買っていて、実際に私が使ったのは8点でした。こんな感じで一通り詰めてもまだ7点ポーチが残っているので、残ったポーチは夫が洋服や水着を入れて使う感じになると思います。数がたっぷり入っているので、一つセットを購入すれば夫婦でシェアできるのもいいなと思いました。はい、ということでスーツケースを閉めて重量測定をしたいと思います。20キロ以内に収まっているか。よいしょ。よいしょ。はい。ということで、測ってみたところ、13キロということで、重量も問題なさそうです。心配性なので、空港に行ってから重量オーバーしていないかなと不安にならないように重量測定もしてみました。そしてスマホでスーツケースの写真も撮っておきます。これはロストバゲージした時のためのもので、私は英語が全く話せないので、荷物がなくなってしまった時にどんな荷物だったかを言葉で説明できないので、誰が見ても分かりやすいように写真を残すようにしています。あとは仮に言葉が話せたとしても、百聞は一見にしかずということで、言葉で説明するよりも写真で見せた方が係の方にも伝わりやすいのかなと思うので、スーツケースの写真を撮っておくのはおすすめです。はい、そして最後は機内持ち込み用バッグの中身をご紹介したいと思います。旅行に行くときはいつもこのコールマンのボディバッグを使っています。すごいコンパクトな見た目なんですが、500ml のペットボトルも入ったりして意外と容量が大きいのと、こんな感じで前掛けで持ち歩けるので、すり対策もできるのが旅行にちょうどいいなと思って使っています。はい、でまず中に入れていくのがこちら、ダイソーで購入した折りたたみ携帯マットを入れます。セブでは基本タクシーなどの車で移動する予定なんですが、結構車がガタガタ揺れるという情報があったのと、ツアーに参加する日は何時間もツアー車に乗ることになるので、
少しでもお尻が痛くならないようにこちらのクッションを敷いて過ごしたいと思っています。で、こちらは110円の商品なんですけれど、こんな感じで折りたたんだ時に留められるゴムもしっかりついていますし、柄も可愛いので私たち夫婦は色違いで購入しています。はい、あとはティッシュですね。セブのトイレにはトイレットペーパーがないことが多いらしいので、ティッシュを多めに持っていきます。バッグには2つ入れて、残りはスーツケースに入れておこうと思います。そして無印の携帯用ペーパーナプキンも持っていきます。旅行の時はハンカチの代わりに使ったらすぐに捨てられるこういったペーパーナプキンを持っていくようにしています。濡れたハンカチが溜まっていかないので、帰ってきてからの洗濯物も多少減って便利です。こちらも一つバッグに入れて、残りはスーツケースに入れます。続いてこちらのジッパーバッグの中身をご紹介します。入っているのはまず、のどヌール濡れマスクですね。機内での乾燥対策用に、行きと帰り分の2枚を入れています。あとはニベアのリップクリームと、フランフランの小さなハンドクリームも乾燥対策として入れています。あとは念のため2種類のサイズの傷テープ、胃腸薬や酔い止めなどの薬も最低限の量を入れています。あとは冷房などで体が冷えてしまった時用に、衣類に貼るカイロと靴下に貼るカイロも入れておきます。で、あとは絶対に持っていくアルコールウェットシート。いつもはこういった大きなサイズのものを持っていってたんですが、今回は松清でちょうどいいサイズのものを見つけたので、こちらを持っていきます。これが10枚入りで8個入っているタイプで、開けてみると一つがこんな風にコンパクトなので、バッグに入れて持ち運ぶのにぴったりかなと思います。こちらを一つジッパーバッグに入れて、予備として数個をスーツケースに入れていきます。はい、あとはエコバッグを一つと、モバイルバッテリーと充電ケーブル、あと私はマウスピースを使っているのでそのケース、そして現地でのお財布用に台湾旅行で買ったお気に入りのポーチを持っていきます。こちらは中に仕切りがついているので、片側には貴重品であるお家の鍵を入れます。あとはこちら、現地で両替する用のお金を入れた封筒です。両替所に着いたらここからお金を出すだけという感じにしています。あとは一番大事なパスポート。こちらも Amazon のパスポートケースカテゴリーでベストセラー1位になっているアイテムで、このデザインが可愛いだけではなくてスキミング防止仕様にもなっているところがお気に入りです。開けてみるとこんな感じでたくさん収納場所があるので、私はいつもここにパスポート、この前の部分にはクレジットカードを入れて、こちらのポケットには念のための予備費として日本円を少し入れるようにしています。そして今回からスマホの充電を減らさないように紙でしおりを作って持っていくことにしたので、こちらも空いているポケットに収納します。そしてこちらのガイドブックはスマホにダウンロードができるのでお家に置いていきます。最後にこちらのネックピローをバッグにつけたら、機内持ち込み用バッグも完成です。終わったー。終わりました。はい。ということで、パッキング動画いかがでしたでしょうか？概要欄には今回動画で紹介したアイテムのリンクや、特に持って行って良かったものなどをまとめて記載しておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。そして来週からはいよいよセブ旅行の様子をたっぷりお届けしていきますので、ぜひまた来週もご覧いただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。タモでした。This is my pity party. I'm gonna cry all night and I'll flip the bird at the guys. I don't need nobody. This is